レッスン1、就寝時のルーチン。私は午後11時頃に寝るようにしています。それはいい習慣だ。ぐっすり眠るためには、就寝時間を一定に保つことが大切です。はい、ルーチンに固執することで、より早く眠りにつくことができることが分かりました。寝る前にリラックスするために何か特別なことをしていますか？私は大抵本を読んだり、心を落ち着かせる音楽を聴いたりします。リラックスするのに役立ちます。それは素敵ですね。筋肉をリラックスさせるために、寝る前に温かいお風呂に入るのが好きです。それは素晴らしいアイディアだ。お風呂はとても気持ちが落ち着きます。また、就寝前の少なくとも1時間はスクリーンを避けます。ブルーライトは睡眠を妨げることがあります。私はそれを試してみるべきだ。寝る前に携帯電話をスクロールしているのをよく見かける。これはよくある習慣ですが、スクリーンタイムを短縮することで大きな違いが生まれます。やってみるよ。ご提案ありがとうございます。どういたしまして。これらのヒントがぐっすり眠る助けになれば幸いです。感謝しています。生産的な一日には十分な睡眠が不可欠です。絶対に。いい夢を見ろ、ジョン。ありがとう、アナ。また、おやすみなさい。レッスン2、おいしいタイ料理。ああ、私はタイ料理が大好きです。昨日食べた？はい、昼食にパッタイを食べました。美味しかったです。パッタイも私のお気に入りの一つです。他の料理は食べた？トムヤムのスープも食べました。味はとても鮮やかでスパイシーでした。それは素晴らしいですね。辛すぎた？刺激はありましたが、私は辛いものが好きです。私にはちょうど良かったです。楽しんでくれて嬉しいです。デザートは食べた？はい、初めてマンゴーもち米を食べました。甘さと粘り気の相性がいいですね。マンゴーモチベイはタイの定番デザートです。気に入ってくれて嬉しいよ。なぜそんなに人気があるのかがわかります。最近、新しいタイ料理を食べたことがありますか？最近グリーンカレーを食べましたが、絶品でした。味はとても濃厚で香り豊かでした。グリーンカレーは私が試したいリストに載っています。素晴らしい話を聞いたことがある。ぜひ試してみてください。楽しんでいただけると思います。私がします。推薦してくれてありがとう、ジョン。どういたしまして、アンナ。タイ料理はいつもご褒美です。絶対に。またすぐに戻ってきて、もっと料理を食べてみよう。それは計画のように聞こえます。楽しみにしているよ。私も、ジョン料理の冒険になるよ。確かに、アンナ。それまでは、昨日のタイのごちそうの思い出を味わいましょう。レッスン3、製品売上の分析。製品の売り上げが減少していることに気づきました。その理由を分析する必要がある。それは心配です。
何が起こっているのかを理解するためにデータを集めましょう。同意した。各製品カテゴリーの売上高を調べるべきです。また、お客様からのフィードバックを見て問題を特定することもできます。いいアイディアだ。品質や価格に関する懸念があるかどうかを調べる必要があります。市場動向を見極めることも重要です。競合他社はより優れた代替品を提供していますか？絶対に。他社に先んじるためには競合分析を行う必要があります。マーケティング戦略も見直す必要があります。ターゲットオーディエンスに効果的にリーチできているか？それは重要なポイントです。マーケティングキャンペーンには調整が必要な場合があります。さらに、流通チャンネルを評価する必要があります。ボトルネックや非効率な点はありますか？分布が要因となる可能性があります。円滑なロジスティクスを確保する必要があります。営業チームも巻き込むべきです。彼らは顧客とのやり取りから貴重な洞察を得ています。そうだね。営業チームの意見は、顧客のニーズをより深く理解するのに役立ちます。すべてのデータを入手したら、それを分析してパターンや相関関係を特定できます。この分析は、売上減少の根本原因を特定するのに役立ちます。そこから問題に対処して売上を伸ばすためのアクションプランを策定できます。まさに、私たちは積極的に解決策を見つける必要があります。同意した。分析プロセスを開始するために、チームとのミーティングをスケジュールしましょう。それは良い次のステップです。効果的な解決策を見つけるには、コラボレーションが鍵となります。徹底的に分析すれば、状況を好転させることができると確信しています。私もそう思います。早速仕事に取り掛かり、商品の売り上げを伸ばす方法を見つけましょう。私たちは挑戦する準備ができています、ジョン。力を合わせれば変化をもたらすことができます。確かに、アンナ。成功への道を分析し、戦略を立てましょう。レッスン4、記憶に残るキャラクターの育成。ストーリーを作るときは、キャラクターが重要です。前回のプロジェクトでは、メインキャラクターが4人いました。キャラクターは物語に命を吹き込みます。彼らについて詳しく教えてください。最初のキャラクターはリリーという勇敢で冒険的な少女でした。強い主人公のようですね。他の登場人物は誰だったの？リリーの旅を案内してくれたマーリンという賢い年老いた魔法使いがいました。メンターのような存在はストーリーに深みを与えます。キャストには他に誰がいましたか？リリーの忠実でいたずら好きな仲間は、フィンという名前の話す狐でした。動物キャラクターはユニークな視点を提供することができます。最後のキャラクターは誰でしたか？主な敵は、モルガナという狡猾で権力に飢えた魔術師でした。悪役は対立と緊張を高めます。これらのキャラクターはどのように交流したのでしょうか？リリーとフィンは、一緒に課題に直面しながら強い絆を築きました。友情とチームワークは重要なテーマです。マーリンとモルガナは？マーリンはリリーのメンターを務め、
彼女を運命へと導きました。モルガナは常に彼らの進歩を妨げようとしました。善と悪の古典的な戦い。キャラクターのアークや開発はありますか？リリーは最初は臆病な女の子でしたが、最後には勇敢なヒーローに成長しました。キャラクターの成長は説得力があります。読者は彼らとつながりましたか？はい、多くの読者がリリーの旅に共感し、登場人物が思い出深いと感じました。それがよくできたキャラクターの印です。次の執筆プロジェクトは？複雑な過去を持つ探偵キャラクターと一緒にミステリー小説を制作しています。興味をそそる。奥行きのあるキャラクターはミステリーをより魅力的にします。進捗状況について最新情報をお知らせください。そうするよ、アンナキャラクターは本当にストーリーを生き生きとさせます。そうだ、ジョン・ハッピーライティング。そしてあなたのキャラクターが読者を魅了し続けますように。レッスン5、自家製生地を作る。聖地はどうやって作るの？難しいですか？いいえ、実はとても簡単です。必要なのはいくつかの簡単な材料だけです。自家製生地を作るにはどんな材料が必要ですか？小麦粉、水、酵母、塩、そして少量の砂糖が必要です。特別な機器や工具は必要ですか？ミキシングボウル、計量カップ、木製スプーンでうまくいくはずです。育児作りを始めるにはどうすればいいですか？まず、イーストと砂糖を温水と混ぜ、泡立つまで数分間放置します。酵母と砂糖の混合物の目的は何ですか？酵母は聖地の膨らみを助け、砂糖は酵母に栄養を与えて生育を助けます。イーストミックスの準備ができたら、次のステップは何ですか？木のスプーンでかき混ぜながら、小麦粉と塩を徐々に混合物に加えます。小麦粉はどれくらい加えるべきですか？小麦粉1カップから始めて、聖地が柔らかく、少しベタつくボールになるまでさらに加え続けます。聖地をこねるべきですか？はい、軽く粉をまぶした表面に聖地をひっくり返し、滑らかで弾力性があるまで約5から10分間こねます。聖地を膨らませる必要がありますか？はい、聖地を油を塗ったボウルに入れ、清潔なキッチンタオルで覆い、暖かい場所で約1時間、またはサイズが2倍になるまで寝かせます。最後のステップは？聖地を打ち抜いて気泡を抜くと、形を整えたり、レシピで使用したりする準備が整います。指示をありがとう、アンナ。家で聖地を作るのが待ちきれません。どういたしまして、ジョン自家製の聖地は万能で美味しいです。試して楽しんでください。そうするよ、アンナ。ご指導に感謝します。キッチンで両手をつまみましょう。レッスン6、日常生活における健康の優先順位。ルーチン、はい、あります。健康を最優先にする必要があると気づきました。素晴らしい、ジョン。
自分を大切にすることは必要不可欠です。どんな変化を起こしているの？体を動かして活力を取り戻すために、朝のトレーニングから始めます。エクササイズは一日をスタートさせる素晴らしい方法です。他に何が？果物や野菜を増やすなど、より健康的な食べ物を食事に取り入れています。バランスの取れた食事は体と心に栄養を与えます。その他の調整は？また、マインドフルネスの練習など、リラクゼーションやストレス管理のための時間もとっておきます。精神的な健康を大ごとにすることも同様に重要です。今のところ調子はどう？やりがいはありますが、やりがいがあります。一日を通して、より活力があり、集中しているように感じます。それはポジティブな兆候です。何か障害に遭遇したことはありますか？時々、古い習慣に戻りたくなることもありますが、私は自分の目標を思い出し、コミットし続けます。決心しろジョン。あなたは長期的な健康のためにポジティブな変化を起こしています。ありがとう、アナ。あなたのサポートは大きな意味があります。モチベーションを維持するためのヒントはありますか？好きなアクティビティを見つけて、ルーチンの一部にしましょう。協力的な人々に囲まれてください。それを心に留めておくよ。持続可能で楽しいライフスタイルを作ることは重要です。絶対に。小さなステップが長期的な結果につながることを忘れないでください。あなたは正しい方向に進んでいます。アンナ、あなたの励ましに感謝します。より健康で幸せな未来へ。乾杯、ジョン。健康に関する目標は達成できると確信しているよ。素晴らしい仕事を続けてください。そうするよ。アンナ。お互いの幸福を優先するように励ましましょレッスン7、パリ郊外を探検しよう。パリ以外に日帰り旅行に行ったことはありますか？はい、ベルサイユに日帰り旅行をしました。素晴らしかったです。ベルサイユのどんなところが一番楽しかったですか？宮殿の壮大さと美しい庭園に私は畏敬の念を抱きました。パリからベルサイユに行くのは簡単でしたか？はい、少し電車に乗ったのですが、とても便利でした。ガイド付きツアーに参加しましたか？それとも自分で探索しましたか？宮殿の歴史と意義を学ぶためにガイド付きツアーを選びました。このツアーで特に印象に残ったことはありますか？ホール・オブ・ミラーズは息を飲むほどでした。反射と複雑なディテールは魅惑的でした。それは信じられないですね。庭園を散策する時間もありましたか？はい、庭園は広大で美しく手入れされていました。賑やかな街から離れた静かな場所でした。他に訪れたアトラクションやランドマークはありましたか？トリアノン宮殿も訪れました。小さいながらも同様に魅力的でした。充実した日帰り旅行になりそうですね。他の人にもおすすめしますか？ベルサイユは、その歴史的、建築的意義から、絶対に見逃せない場所です。ベルサイユへの日帰り旅行を計画している人に何かアドバイスはありますか？
混雑を避けるために早めに到着し、快適な靴を履いて庭を歩きましょう。アンナ、あなたの経験を共有してくれてありがとう。ベルサイユへの旅行も計画したくなります。どういたしまして、ジョン一件の価値はあるよ。早く行く機会があるといいんだけど。必ず旅行のバケットリストに追加しておきます。これからも一緒に新しい目的地を探検していきましょレッスン8、街の新しいカフェを探検しよう。ねえ、町の新しいカフェを試してみた？はい、やりました。セーバーデライツって呼ばれてるんだけど、最高だよ。カフェで一番楽しかったことは何ですか？居心地の良い雰囲気と美味しいペストリーは一流です。メニューに目立ったアイテムはありましたか？彼らのクロワッサンとスペシャルティコーヒーは最高です。それは魅力的に聞こえます。他のアイテムも試しましたか？はい、キッシュも食べましたが、食欲をそそりました。訪れた時、カフェは混んでいましたか？かなり忙しかったですが、それでもサービスは素晴らしかったです。ユニークな特徴や装飾はありましたか？カフェは魅力的なヴィンテージをテーマにしており、壁には美しいアートワークが飾られていました。グルテンフリーやビーガンのオプションはありましたか？はい、様々な食事のニーズに応える様々なオプションがありました。カフェでの全体的な体験をどのように評価しますか？10点満点中10点満点とします。戻るのが待ちきれません。セーバーディライトを訪れる予定がある人に何かアドバイスはありますか？特にピーク時には、早めに到着してテーブルを確保してください。アンナ、推薦ありがとうございます。すぐに確認してみるよ。どういたしまして、ジョンきっと楽しんでいただけると思います。いつか一緒に訪問の計画を立てましょう。それは計画のように聞こえます。新しいカフェを探すのはいつも楽しい経験です。これ以上同意できないわ、ジョン。私たちの腸に隠された宝石をもっと発見しよう。乾杯、アンナ。料理の冒険を続けましょう。レッスン9、屋内植物のお手入れ。ねえ、屋内植物の世話をすることを考えたことはありますか？はい、持っています。どんな空間にも活気と新鮮さをもたらすことができます。初心者におすすめの植物はありますか？スパイダープラント、ポトス、スネークプラントは素晴らしい選択肢です。メンテナンスが少なく、弾力性があります。通常、屋内植物にはどのくらいの頻度で水をやる必要がありますか？植物や環境にもよりますが、ほとんどの屋内植物は週に一度の適度な水やりを好みます。日光はどう？直射日光は必要ですか？直射日光の下で育つ植物もあれば、間接的または暗い場所を好む植物もあります。各植物のニーズを調べるのが一番です。屋内植物の世話をするときに避けるべきよくある間違いはありますか？水をやりすぎたり、十分な排水を行わないことはよくある間違いです。
適切なバランスを見つけることが重要です。屋内植物には特別な肥料や植物性食品が必要ですか？屋内植物は成長期に時折施肥することで恩恵を受けます。バランスの取れた水溶性肥料を探してください。美学以外に屋内植物を持つことには何か利点がありますか？絶対に。屋内植物は空気の質を改善し、ストレスを軽減し、気分と生産性を高めることができます。植物に注意や手入れが必要であることを示す兆候にはどのようなものがありますか？葉の黄ばみ、しおれ、または角の乾燥は、水やりや照明に問題があることを示している可能性があります。屋内植物のお手入れに不慣れな人に何かアドバイスはありますか？お手入れが簡単な植物から始めて、そのニーズを観察し、徐々にコレクションを増やしてください。忍耐が鍵です。アドバイスありがとうございます。アンナ、家に緑を取り入れることができてワクワクしています。どういたしまして、ジョン屋内植物はやりがいのある仲間になることができます。新しい植物の旅を楽しんでください。そうするよ、アンナ。自分の生活空間で自然の美しさを鑑賞しよレッスン10、手頃な価格のオプションを探す。手頃な価格のオプションを見つけるためのヒントはありますか？絶対に。一つのヒントは、購入する前にオンラインで価格を比較することです。比較ショッピングにおすすめの特定のウェブサイトやプラットフォームはありますか？Amazon、eBay などのウェブサイトや Google ショッピングなどの価格比較エンジンはお得な情報を見つけるのに役立ちます。地元での買い物はどうですか？店舗で手頃な価格のオプションを見つけるためのヒントはありますか？セールやクリアランスのセクションを探し、オフピークシーズンに買い物をしてよりお得な価格で購入することを検討してください。お金を節約できるアプリやクーポンサイトはありますか？はい、ハニー、楽天などのアプリやリテールミーノットなどのクーポンサイトでは、様々な商品の割引やお得な情報を提供しています。食料品に関して言えば、お金を節約するための戦略はありますか？食事の計画、買い物リストの作成、クーポンの使用は、食料品の費用を節約するのに役立ちます。ブランド製品に代わる予算に優しい代替品はありますか？はい、ストアブランドやジェネリック版の製品は、多くの場合、同様の品質を低コストで提供します。服はどう？手頃な価格の服を見つけるためのヒントはありますか？リサイクルショップ、委託販売店、ポシュマルクなどのオンラインマーケットプレイスでは、衣料品をお得な価格で提供しています。エンターテイメントやレジャー活動でお金を節約するにはどうすればよいでしょうか？無料のコミュニティイベントを探したり、地元の公園を探索したり、高価なケーブルパッケージの代わりにストリーミングサービスに加入することを検討してください。お金を節約するための一般的なヒントは他にありますか？予算を設定し、経費を追跡し、必要よりもニーズを優先してください。どうすれば衝動的な購入に抵抗し、予算を守ることができるでしょうか？購入する前にクーリングオフ期間を設け、それが必要な購入なのか、衝動的な購入なのかを自問してください。アンナ、これらの貴重なヒントを共有してくれてありがとう。絶対に心に留めておきます。
どういたしまして、お金を貯めることはやりがいのある習慣になり得ます。手頃な価格のオプションを見つけることのメリットを享受してください。そうするよアンナ、賢い金融選択をして、もっとお金を稼ごう。レッスン11、指示とルールを意識する。それは便利です。知っておくべき指示やルールはありますか？はい、ジムで従うべき重要なガイドラインがいくつかあります。ジムのエチケットの概要を教えてもらえますか？承知しました。使用後は機器を拭き取り、他人の個人的なスペースを尊重し、騒々しい行動や邪魔な行動は控えてください。特定のドレスコード要件はありますか？ほとんどのジムにはドレスコードポリシーがあります。トレーニングに適した服装と汚れのない清潔な靴を履いて事務ください。設備の使用はどうですか？覚えておくべきプロトコルはありますか？常に機器を適切な設定に調整し、他の人が機械を使用するのを待っていることに注意してください。注意すべき時間制限やピーク時間はありますか？一部のジムでは混雑するピーク時間があります。それに応じてワークアウトを計画しておくと便利です。更衣室やシャワーは使ってみてはいかがですか？他人のプライバシーを尊重し、エリアを清潔に保ち、所持品を放置しないでください。ジムで参加できるクラスやプログラムはありますか？多くのジムでは、ヨガ、スピン、筋力トレーニングなどの様々なクラスやプログラムを提供しています。オプションについてはスケジュールを確認してください。クラスやパーソナルトレーニングセッションに追加料金はかかりますか？一部のクラスまたはパーソナルトレーニングセッションには追加料金がかかる場合があります。詳細については、ジムのフロントデスクにお問い合わせください。ゲストや友達をジムに連れて行ってもいいですか？一部のジムはゲストを許可していますが、ゲストのアクセスに特定のポリシーと料金が適用される場合があります。事前にジムに確認してください。安全対策や緊急時のプロトコルは実施されていますか？ジムには通常、応急処置キットや非常口などの安全対策が施されています。その場所をよく理解しておきましょう。ジムで支援を受けたり、質問したりするにはどうすればいいですか？ジムのスタッフまたはトレーナーがお手伝いします。遠慮なく質問したり、指導を受けたりしてください。アンナ、これらの重要な詳細をすべて説明してくれてありがとう。ガイドラインには必ず従うよ。どういたしまして、ワークアウトを楽しんで、ジムでの時間を最大限に活用してください。そうするよアンナ、安全と尊敬、そしてポジティブなジム体験を優先しましょレッスン12、パスタを一から作る。パスタを一から作る？うわぁ、それはかなりの経験だったに違いない。そうだった。パスタを一から作るのは、やりがいがあって楽しいプロセスです。自家製パスタを作るにはどんな材料が必要ですか？中力粉、卵、塩、少量のオリーブオイルが必要です。パスタ作りのプロセスを始めるにはどうすればいいですか？まず、小麦粉の中央に井戸を作り、そこに卵を割ります。
卵を割った後の次のステップは？生地ができるまで小麦粉を卵に徐々に加えます。生地をどれくらいの時間こねればいいですか？生地が滑らかで弾力性があるまで約5から7分間こねます。生地の準備ができたら、次は何をしますか？生地を蓋をして約30分間休ませて、グルテンをほぐします。休憩時間後にパスタをどうやって形作るの？パスタマシンを使って生地を伸ばし、スパゲッティやフェットチーネなどの希望の形にカットできます。パスタマシンがない場合はどうなりますか？心配ない。生地を手で伸ばし、鋭利なナイフを使って短冊状に切ることができます。生パスタはどのくらいの時間調理すればいいですか？生パスタは乾燥パスタよりもはるかに早く調理されます。通常、沸騰した塩水で約2から4分かかります。自家製パスタに合うソースにはどのようなものがありますか？クラシックなトマトソース、クリーミーなアルフレドソース、またはシンプルなガーリックとオリーブオイルのソースをお試しください。自家製パスタを後で使用できるように保管できますか？はい、パスタは物干しラックで乾燥させたり、将来の食事のために冷凍したりできます。冷凍自家製パスタを調理する最良の方法は何ですか？冷凍パスタを沸騰したお湯で凍らせたものから直接数分間調理します。プロセスを共有してくれてありがとう、アンナ。家で生パスタを作るのが待ちきれません。どういたしまして、ジョン手作りパスタの満足感をお楽しみください。努力する価値はあります。そうするよ。アンナ料理の楽しさを味わって、美味しい手作りの食事を味わいましょレッスン13、歴史旅行の計画。う。歴史に浸るのが待ちきれません。私たちは絶対に旅行の計画を立てるべきだ。それは素晴らしいアイデアのようですね。どの歴史的目的地に興味がありますか？私はいつもローマを訪れ、古代ローマの遺跡を探索したいと思っていました。ローマは素晴らしい選択です。コロッセオとフォロロマーノは必見のアトラクションです。ヨーロッパで他におすすめの歴史的な場所はありますか？ギリシャのアテネはアクロポリスのような素晴らしい史跡があるもう一つの魅力的な目的地です。ヨーロッパ以外の歴史的な目的地についてはどうですか？エジプトは歴史が豊富です。ギザのピラミッドと王家の谷は探索すべき象徴的な場所です。それは興味をそそられます。自国の歴史旅行はいかがですか？ワシントン DC はナショナルモールやスミソニアン博物館などのランドマークがある歴史の宝庫です。ガイド付きツアーを検討すべきか、自分で探索すべきか？行き先や好みによって異なります。ガイド付きツアーでは深い知識を得ることができますが、自分で探検すれば柔軟に対応できます。どうすれば歴史的な旅を最大限に活用できるでしょうか？各サイトの歴史的意義を事前に調査し、より深い洞察を得るために地元のガイドを雇うことを検討してください。歴史旅行に最適な時期はありますか？
より快適な体験をするには、観光客のピークシーズンを避けるのが理想的です。ショルダーシーズンやオフピーク時期を確認してください。歴史の旅には何を用意すればいいですか？歩きやすい靴、軽量の服、そして思い出を撮るカメラをお忘れなく。知っておくべき文化的慣習やエチケットはありますか？特定の規則やガイドラインに従って、現地の慣習を調査し、史跡を尊重してください。歴史の旅をもっと教育的で魅力的なものにするには？博物館を訪れたり、歴史の再現に参加したり、サイトで提供されるインタラクティブな体験に参加したりできます。アンナ、これらすべての貴重な洞察に感謝します。歴史上の冒険を計画できることにワクワクしています。どういたしまして、時間をかけて旅に出て、歴史の素晴らしさを発見しましょう。同意します。アナ、豊かな体験と過去を探求するスリルを味わってください。レッスン14、電気自動車を探る。電気自動車のレンジは印象的です。従来の自動車と比べるとかなり手頃な価格ですか？はい、電気自動車は近年、特に政府の優遇措置や税額控除により、より手頃な価格になっています。電気自動車は通常、1回の充電でどこまで走行できますか？航続距離はモデルによって異なりますが、多くの電気自動車はフル充電で200マイル以上走行できます。長距離移動に利用できる充電ステーションは十分ありますか？充電インフラは急速に拡大しており、現在では主要高速道路沿いや都市部に多くの充電ステーションがあります。電気自動車の充電にはどのくらい時間がかかりますか？充電時間は充電器の種類によって異なります。急速充電器は約30分から1時間で 80% の充電が可能です。さまざまなタイプの充電器がありますか？はい、標準的な家庭用コンセントを使用するレベル1の充電器、家庭での設置用のレベル2の充電器、および公共用の高速 DC 充電器があります。電気自動車は自宅で充電できますか？絶対に。ほとんどの電気自動車所有者は自宅でレベル2の充電器を使用して車両を充電しますが、これには専門家による設置が必要です。電気自動車と従来の自動車にメンテナンスの違いはありますか？電気自動車は稼働部品が少ないため、従来の内燃機関車に比べて一般的にメンテナンスが少なくて済みます。電気代とガソリン代はどうか？電気代は一般的にガソリン価格よりも低いため、電気自動車は通常、ガソリン車よりも燃料費が安くなります。電気自動車の購入に対する政府のインセンティブはありますか？はい、多くの政府は電気自動車の採用を促進するために税額控除、リベート、登録料の割引などのインセンティブを提供しています。電気自動車の環境への影響はどうですか？電気自動車はテールパイプの排出量がゼロで、大気汚染と温室効果ガスの排出量の削減に役立ちます。電気自動車は従来の自動車と同じくらい強力ですか？
電気自動車は、電気モーターから瞬時にトルクが供給されるため、優れた加速とパフォーマンスを発揮できます。電気自動車には様々な種類がありますか？はい、完全電気自動車、電気とガソリンを組み合わせたプラグインハイブリッド車、長距離電気自動車があります。電気自動車のバッテリーの寿命はどのくらいですか？電気自動車のバッテリーの寿命は様々ですが、ほとんどのメーカーは、特定の年数またはマイル数にわたる劣化をカバーする保証を提供しています。電気自動車を所有することに何か欠点はありますか？一部の地域では充電インフラが限られていることと、従来の車に比べて初期費用が高いことが考慮すべき要素です。アンナ、すべての情報をありがとう。電気自動車は確かに実行可能な選択肢のようです。どういたしまして、ジョン電気自動車は長い道のりを歩んできました。電気自動車は環境と財布の両方に多くのメリットをもたらします。同意します。アナ、電気自動車の世界を探検して、情報に基づいた意思決定をしましょレッスン15、旅行と ATM の安全性。海外旅行を計画しています。他の国の ATM は使っても安全ですか？ ATM の使用は一般的に安全ですが、財務情報を保護するためにいくつかの予防策を講じることが重要です。旅行中に ATM を安全に使用するためのヒントを教えてください。銀行に旅行プランを知らせて、海外にいる間に取引が疑わしいと判断されないようにします。銀行の中にある ATM を使うべきですか？それとも公共の場所にある ATM を使うべきですか？銀行内にある ATM は監視されており、改ざんされる可能性が低いため、一般的に安全です。注意すべき改ざんの兆候はありますか？はい。カードリーダーやキーパッドに緩んだり異常なアタッチメントがないかどうかを確認し、ピンを入力するときは手を覆ってください。混雑した場所で ATM を使うのはどうですか？混雑した場所で ATM を使用するときは、誰かがあなたの情報を盗もうとするリスクが高くなる可能性があるので注意してください。夜間の ATM の使用は避けるべきですか？可能であれば、周囲に人が多く、視界が良い日中に ATM を使用するのが最善です。旅行中に ATM を使ってお金にアクセスする以外に方法はありますか？現金を組み合わせて持ち歩き、プリペイド式のトラベルカードを使用することを検討してください。これは経費を管理するためのよりカードが安全な方 ATM 法です。に引っかかってしまった場合はどうすればいいですか？ ATM を放置しないでください。すぐに銀行に連絡して状況を知らせてください。旅行中に ATM 取引の記録を残しておくべきですか？はい、ATM での出金を記録しておき、不正な取引がないかアカウントを監視することをお勧めします。ATM で銀行口座にアクセスする場合、公共の Wi-Fi を使用することをお勧めしますか？機密性の高い取引には、公共の Wi-Fi を使用しないことをお勧めします。安全なネットワークを使用するか、モバイルデータを使用してくだ旅さい。行中の購入にデビットカードを使用できますか？
はい、購入にはデビットカードを使用できますが、注意して評判の良い施設でのみ使用してください。旅行中にデビットカードを紛失したり盗まれたりした場合はどうなりますか？すぐに銀行に連絡して、紛失または盗難を報告してください。カードをブロックして代わりのカードを発行するお手伝いをします。貴重なアドバイスをありがとう、アンナ。旅行中はこれらのヒントを忘れないようにしておきます。どういたしまして、ジョン警戒を怠らず、安心して旅行を楽しんでください。そうするよアンナ。安全で安心できる世界中の冒険に出かけましょレッスン16、旅行先を探す。旅行先の多様性にいつも驚かされます。アンナ、普段どうやって情報を見つけるの？旅行先を調べる方法はいくつかあります。オンラインリソース、ガイドブック、友人からのおすすめを組み合わせて使うことが多いです。どのオンラインリソースが最も役立つと思いますか？トリップアドバイザーやロンリープラネットなどの旅行サイトに、口コミやおすすめ、アトラクションや宿泊施設の情報などを頼りにしています。これらのウェブサイトで役立つ特定の機能はありますか？はい。ユーザーが作成したレビューや評価は、旅行先に何が期待できるかを知る上で特に役立つと思います。ソーシャルメディアプラットフォームはどうですか？旅行のインスピレーションとして使っていますか？絶対に。インスタグラムやピンタレストなどのソーシャルメディアプラットフォームは、魅力的な写真を見つけたり、他の旅行者の体験からインスピレーションを得たりするのに最適です。旅行ブログはどう役に立つと思いますか？はい、旅行ブログは様々な目的地に関する詳細な情報、個人的な経験、実践的なヒントを提供してくれるので、とても役に立ちます。あなたがフォローしているお気に入りの旅行ブロガーやウェブサイトはありますか？私には頼りになる旅行ブロガーが何人かいて、その書き方やおすすめの書き方が私の心に響きます。自分の好みに合った情報源を見つけることは常に良いことです。ガイドブックはどうデジタル時代でもまだ使っていますか？ガイドブックは特に地図、地元の情報、おすすめの旅程などの具体的なリソースを用意したい場合に役立ちます。おすすめのガイドブック出版社はありますか？ロンリープラネット、ラフガイド、フォーダーズは様々な目的地向けの包括的で信頼できるガイドブックを提供する有名な出版社です。旅行先を選ぶ際に友人や家族からのおすすめを考慮していますか？絶対に。直接体験した信頼できる人から洞察を得ることができるので、個人的な推薦は非常に貴重です。旅行情報に関して頼りにしている情報源は他にありますか？他の旅行者が自分の経験を共有したり質問に答えたりする旅行フォーラムやオンラインコミュニティも優れた情報源になり得ます。旅行代理店はどう旅行先のおすすめについて相談したことはありますか？
私は主に独立して旅行を計画していますが、特に専門的なアドバイスを求めている場合や複雑な旅程を計画している場合は、旅行代理店が役に立ちます。旅行先のリサーチを始めたばかりの人に何かアドバイスはありますか？オンラインで様々な目的地を探索したり、旅行ブログを読んだり、インスピレーションを集めたりして、幅広く始めましょう。次に、興味や好みに基づいて絞り込みます。アンナさん、旅行調査方法を共有していただきありがとうございます。次の冒険の計画を始めることにワクワクしています。どういたしまして。ジョン、新しい目的地を発見し、忘れられない思い出を作る旅を楽しんでください。そうするよ。アンナ探検の喜びと新しい地平を発見するスリルを味わってください。レッスン17、水彩画用の合成ブラシ。合成ブラシは手頃な価格で、水彩絵の具によく効くと聞きました。水彩絵の具と他の媒体のどちらにも使えますか？はい、合成ブラシは用途が広く、水彩、アクリル、ガッシュなど、様々な媒体で使用できます。合成ブラシは水彩画用の天然ヘアブラシと同じくらい優れていますか？天然のヘアブラシには独自の性質がありますが、合成ブラシは長い道のりを歩んできており、水彩絵の具でも優れた仕上がりが得られます。合成ブラシが水彩絵の具に適している理由は何ですか？合成ブラシは水や顔料をしっかりと保持できることで知られています。これにより、水彩画で滑らかで制御された筆致が可能になります。水彩画用の合成ブラシには種類がありますか？はい、丸ブラシ、フラットブラシ、フィルバートブラシなど、様々な形状とサイズがあり、それぞれ異なるテクニックや効果に適しています。合成ブラシは耐久性の点でどのように比較されますか？合成ブラシは水や溶剤による損傷を受けにくいため、一般に天然のヘアブラシよりも耐久性があります。合成ブラシは天然のヘアブラシの柔らかさを模倣できますか？合成ブラシは天然のヘアブラシと全く同じ柔らかさを備えていない場合がありますが、高品質の合成ブラシの中には性能の点で近いものもあります。合成ブラシには特別な手入れやクリーニングが必要ですか？合成ブラシは天然のヘアブラシよりも掃除が簡単です。使用後は毎回水と中性洗剤で十分にすすいでください。水彩画用の合成ブラシの特定のブランドやシリーズを教えてもらえますか？合成水彩ブラシの人気ブランドには、プリンストン、エスコダバーサティル、ダヴィンチコスモトップスピンなどがあります。合成ブラシの予算に優しいオプションはありますか？はい、様々なブランドから手頃な価格の合成ブラシセットが入手でき、予算が限られているアーティストが購入できます。初心者は水彩画に合成ブラシを使用できますか？絶対に。合成ブラシは天然ヘアブラシのように高額でなくても優れたパフォーマンスを発揮するため、初心者に最適です。水彩絵の具に合成筆を使うことに制限はありますか？合成ブラシは天然のヘアブラシほど水分を含まない場合があり、ウェットオンウェットペイントなどの特定のテクニックに影響を与える可能性があります。
しかし、それでもほとんどの水彩画技法ではうまく機能します。アーティストは合成ブラシで細かいディテールを表現できますか？はい、合成ブラシは水彩画の細部に使用できます。先端が尖っているブラシを探すか、ライナーブラシを使ってみてください。水彩画用の合成ブラシに関する知識を共有していただきありがとうございます。アンナ、次の絵で試してみるのが楽しみです。どういたしまして。ジョン合成ブラシの多様性を探求し、水彩画の創作を楽しんでください。そうするよ。アンナ絵を描くことの楽しさと芸術的表現の無限の可能性がここにあります。レッスン18、趣味や興味の共有。アンナに聞きたかったんだけど、あなたの趣味や興味は何ですか？私は様々な趣味を楽しんでいます。私は絵を描いたり、読書をしたり、ガーデニングをしたり、新しいハイキングコースを探索したりするのが大好きです。私もその興味の一部を共有しています。ところで、他に話していない趣味はありますか？はい、料理したり、新しいレシピを試したりするのも好きです。それは私にとってクリエイティブな手段であり、とてもリラックスできます。料理は素晴らしい趣味です。どんな料理を作るのが一番好きですか？私は特に地中海料理が好きです。キッチンではいつも新鮮な食材と鮮やかな味に刺激を受けます。それは嬉しいですね。私も地中海料理のファンです。好きな料理で、作るのが好きな料理はありますか？私のお気に入りの一つは、シンプルなトマトソースと新鮮なバジルを添えた自家製パスタです。必ずご満足いただける定番料理です。自家製パスタは美味しそう。いつか作ってみないと。他に共有したい趣味や興味はありますか？写真にも強い関心があります。瞬間を捉えたり、レンズを通して様々な視点を探ったりするのが好きです。写真は創造性を表現し、思い出を捉える素晴らしい方法です。好きな被写体はありますか？自然と風景は私の好きな被写体です。世界にはたくさんの美しさがあり、写真を通してそれを捉えるのが大好きです。自然写真は本当に魅力的です。写真を展示したり、オンラインで共有することを考えたことはありますか？まだ作品を発表していませんが、インスタグラムなどのソーシャルメディアプラットフォームでお気に入りの写真をいくつか共有しています。それは素晴らしいです。インスタグラムで君の写真をチェックするよ。他に紹介したい趣味や興味はありますか？ヨガやマインドフルネスの練習も楽しんでいます。日常生活の中でバランス、リラクゼーション、心の安らぎを見つけるのに役立ちます。ヨガとマインドフルネスは心身ともに素晴らしい習慣です。好きなヨガのポーズやマインドフルネスのテクニックはありますか？山のポーズと愛情のこもった瞑想は特に有益だと思います。彼らは私が地に足がついたと感じ、思いやりを育むのを助けてくれます。それらは素晴らしい選択です。それを自分の日課に取り入れないといけない。アンナ、趣味や興味を分かち合ってくれてありがとう。
どういたしまして、情熱を分かち合ってつながるのはいつだっていいことだ。私もあなたの趣味についてもっと学ぶことを楽しみにしています。同様に、アンナ、自分の興味を追求し、趣味に充実感を見出す喜びがここにあります。レッスン19、自然を探索する。自然を探検するのが待ちきれません。新鮮な空気、美しい風景、そして冒険心にワクワクします。私もです。自然の中にいると元気が出る。そうすることで、私たちは忙しい生活から切り離され、身の回りの素晴らしさに感謝することができます。絶対に、トレイルをハイキングしたり、隠れた宝石を発見したり、荒野の静けさに浸ったりするのを楽しみにしています。それは素晴らしい経験になるでしょう。息を飲むような景色や木々の間でさえずる鳥のさえずりはもう想像できます。自然には私たちにその美しさを思い起こさせ、ゆっくりとリラックスしてシンプルな喜びに感謝することを思い出させる方法があります。このような機会をいただき、感謝しています。自然には私たちを寝つかせ、物事を視野に入れる方法があります。ジョン、この経験を皆さんと共有できて感謝しています。同様に、アンナ、一緒に探検したり、写真を撮ったり、心に残る思い出を作ったりして、楽しい時間を過ごしましょう。カメラを詰めたので、アウトドアアドベンチャーの本質を捉えるのが待ちきれません。自然は私たちに無限のインスピレーションを与えてくれます。あなたの写真を見て、あなたのレンズを通して自然の魔法を目の当たりにできることにワクワクしています。大切にしたいビジュアルストーリーがあります。雄大な山々、静かな湖、活気に満ちた植物など、自然にはたくさんの魅力があります。それは絶え間なく変化する美しさのキャンバスです。同感です。私たちは自然の素晴らしさを目の当たりにし、私たちの惑星が本当にどれほど素晴らしいかを思い出させてくれるでしょう。自然の中での時間を最大限に活用し、自然がもたらす平和を受け入れ、私たちを取り巻く要素とつながりましょう。絶対に、ハイキングをして、新鮮な空気を吸って、太陽を肌で感じてみましょう。元気を取り戻し、自然に抱きしめながら調和を見出すチャンスです。自然には私たちの魂を育み、精神を活性化させる方法があります。自然との触れ合いに浸ることができるこの機会に感謝しています。これ以上うまく言えなかったよ。この冒険に乗り出し、自然の驚異に心を開き、一生続く思い出を作りましょう。レッスン20、ハイキング旅行の計画。風光明媚なトレイルは完璧に聞こえます。ハイキング旅行に出かけることにワクワクしています。自然とつながる素晴らしい方法になるでしょう。絶対に。風光明媚なトレイルを探索することで、アウトドアの美しさを目の当たりにし、身体に挑戦することができます。間違いなく。さて、どうやってそのトレイルにたどり着けるか考えてみましょう。交通手段について何か提案はありますか？適度な距離であれば、登山口まで車で行くことができます。それ以外の場合は、公共交通機関や友人との相乗りを検討するかもしれません。良い点です。特に複数のトレイルを探索したり、長期間滞在したりする場合は、運転することで柔軟性が高まります。さらに、自分の車を持っていると、バックパック、ハイキングブーツ、キャンプ用品など、必要なすべてのギアを持ち込むことができます。それは本当です。旅行に必要な道具や物資を用意しておく必要があります。
計画を立てるとき、他に何を考慮すべきですか？トレイルの難易度や長さ、必要な許可や料金など、事前にトレイルを調べておくことが重要です。絶対に。私たちは自分のハイキング経験と身体能力に合ったトレイルを選びたいと思っています。安全は常に最優先されるべきです。さらに、天気予報を確認し、それに応じて梱包する必要があります。重ね着、日焼け止め、虫除けは必需品です。いい考えだ。様々な気象条件に備えておくことで、快適で楽しいハイキング体験ができます。また、安全上の理由から、これから行くトレイルや帰りの予定時間など、ハイキングの計画を誰かに知らせる必要があります。素晴らしいアイデアです。予期せぬ事態が発生した場合に備えて、誰かに私たちの居場所を知らせておくことが不可欠です。最後に、ハイキング中に水分補給と活力を保つために、たくさんの水と軽食を持参することを忘れないでください。絶対に。水分補給と栄養補給は、エネルギーレベルを維持し、トレイルを最大限に楽しむために不可欠です。これらすべての考慮事項を念頭に置いて、ハイキングアドベンチャーに乗り出し、風光明媚なトレイルを最大限に活用するための準備を整えます。これ以上は同意できませんでした。ルートを計画し、ギアを集めて、自然の不思議を巡る忘れられない旅の準備をしましょレッスン21、面接後のフォローアップ。面接後、フォローアップメールを送信することが重要です。仕事に対するプロ意識と感謝の気持ちが伝わってきます。絶対に。簡潔で思いやりのあるメールを送ることで、面接官に好印象を残し、面接官に注目してもらうことができます。メールには何を含めるべきですか？効果的に構成するためのヒントはありますか？まず、面接への感謝の気持ちを表し、面接官に時間と配慮をしてくれたことに感謝します。それは理にかなっています。感謝の気持ちを示すことは、面接官がプロセスに費やした努力を礼儀正しく認める方法です。次に、インタビューで印象に残った、または共感した具体的なことを簡単に説明します。それはあなたが気配りがあったことを示しています。良い点です。議論の特定のポイントを参考にすることで、その職務に対するあなたの関与と真の関心が示されます。次に、その職種に対するあなたの熱意と、会社や組織に貢献する能力に対する自信を改めて表明してください。自分の資格に対する情熱と信念を伝えることが不可欠です。これは、その役職への立候補力を強めるのに役立ちます。最後に、この機会への継続的な関心と、必要に応じて追加情報を提供したい旨を伝え、メールを閉じます。メールの締めくくりには、ポジティブな言葉で締めくくり、さらなるコミュニケーションのためにドアを開いたままにしておくことをお勧めします。まさに、メールは簡潔で、専門的で、エラーのないものにしてください。送信前に構成して、明確さと正確さを確認してください。細部への注意は非常に重要です。精巧に作成され、エラーのないメールは、コミュニケーションスキルに良い影響を与えます。また、面接官の名前で呼びかけることを忘れずに、心からやよろしくなどの専門的な挨拶をしてください。メール全体を通して適切なエチケットを使用し、プロフェッショナルな雰囲気を保つことは、
印象に残るものにするために重要です。すべてを確認したら、送信ボタンを押して、応答を辛抱強く待ってください。フォローアップはあなたの積極的な性格を示しています。辛抱強く待つことが不可欠です。面接官に情報を処理して決定を下す時間を与えることが重要です。そして、たとえ就職できなくても、前向きでプロフェッショナルな姿勢を保つことは将来の機会につながる可能性があることを忘れないでください。それは本当です。業界で人脈を作り、良好な関係を築くことで、新しい可能性への扉を開くことができます。それでは、フォローアップメールの下書きを作成して、私たちの感謝の気持ち、熱意、プロ意識が反映されていることを確認しましょう。同意した。よく練られたメールを送信することで、ポジティブな印象を残し、成功の可能性を高めます。レッスン22、パーティーの準備と靴の買い物。パーティーに備えて、しっかり準備しておかないといけない。何を着るか考えたことはありますか？絶対に。もうドレスを選びましたが、コーデを完成させるために新しい靴を探しています。それはいい考えだ。適切な靴を履くと、全体的に見栄えが良くなります。どんな靴をお探しですか？エレガントで快適なものを考えています。履き心地を損なわずに踊れるヒールがいいかな？特に夜のほとんどを立っている場合は、快適さが重要です。クッションの効いたインソール付きのヒールを探すことを考えたことはありますか？はい、間違いありません。クッション入りのインソールは快適さをさらに高め、違和感なくパーティーを楽しむのに役立ちます。素晴らしい。スタイルと色は？ドレスに合うもの、それとも目立つものが欲しいですか？ドレスを引き立てるもの、できれば黒やヌードのようなニュートラルな色が欲しいです。今後のイベントにも多用途に使えるでしょう。ニュートラルカラーは安全な選択です。さまざまな服装によく合う傾向があります。オンラインストアやブティックをチェックしたことがありますか？はい、品揃えの良い評判の良い店を探すために、オンラインで閲覧したりレビューを読んだりしています。高品質の靴を確実に入手したいです。それは賢いアプローチです。レビューを読むと、その靴の履き心地と耐久性がわかります。今のところ運が良かったですか？有望なオプションがいくつか見つかりました。多分何足か注文して試着して、どれが一番合うか見てみようと思います。それらを試着することは非常に重要です。靴が適切にフィットし、足を十分にサポートすることが重要です。絶対に。靴が合わないと不快感が生じ、足に支障をきたすこともあります。それは絶対に避けたい。パーフェクトなペアが見つかったら、パーティーの少し前に忘れずにお休みください。そうすれば、より快適に着用できます。良い点です。パーティーでのサプライズを防ぐため、慣れるためにも、家のあちこちで短時間着用するようにします。それは賢明なアプローチです。イベント中に新しい靴を履くのに苦労するよりも、準備を整えて快適に過ごす方がいいです。間違いなく。気を散らすことなく、思いっきりパーティーを楽しみたい。そのためには、適切な靴を見つけることが重要だ。きっとあなたにぴったりのペアが見つかるはずです。これで衣装が完成し、
パーティーで楽しい時間を過ごす準備が整います。ご支援ありがとうございます、ジョン。理想の靴を見つけて夜通し踊れるのが楽しみです。どういたしまして、アンナ。皆さんがドレスアップして楽しんでいるのを見るのが待ちきれません。私たち2人にとって忘れられない夜になるでしょう。レッスン23、徒歩で探検、隠された宝石を発見しよう。私も同感です。徒歩で探索すると、運転中に見逃してしまうかもしれない隠れた路地や魅力的なスポットを見つけることができます。絶対に。歩くことは私たちに速度を落とし、周囲を観察し、ユニークな場所に出くわす機会を与えてくれます。近所や新しい街をのんびりと散歩するだけで、どれだけ多くのことを発見できるかは魅力的です。趣のあるカフェ、地元のブティック、美しい公園に出くわすのが大好きです。他の方法では気づかなかったでしょう。まるで小さな冒険に乗り出すようなものです。どのコーナーにも楽しいサプライズや隠れた名品が見つかる可能性があります。そして、それは目的地だけではありません。光景、音、雰囲気を取り入れると、旅そのものが楽しくなります。それは本当です。歩くことで、地元の文化に浸り、その場所とのより強いつながりを感じることができます。さらに、面倒を感じることなく、アクティブな状態を保ち、毎日のルーチンにエクササイズを取り入れるのに最適な方法です。ウォーキングは、身体的および精神的な健康に役立つ影響の少ない運動です。これは双方にメリットのある状況です。また、環境にも優しいです。徒歩で探索することで、二酸化炭素排出量を削減し、より環境に優しい環境に貢献しています。絶対に。これは、持続可能な生活を送り、私たちが地球に与える影響をより意識するようになるための、小さいながらも有意義な一歩です。また、歩くことで地元の人や歩行者仲間との自発的な交流の機会が開かれることも分かりました。新しい人と出会い、会話をすることで、私たちの探求がさらに豊かになります。そして、写真撮影の機会を忘れないようにしましょう。歩くことで、ユニークな瞬間や視点を捉えることができます。それは本当です。見事な建築物であろうと絵のように美しい通りであろうと、一歩一歩ごとに写真映えする新しいシーンが現れます。それでは、近所を歩いて探索し、どんな隠れた宝物を一緒に発見できるか見てみようという日を計画してみませんか？それは素晴らしいアイデアのようですね。一日かけて散策し、未知の世界を受け入れ、心に残る思い出を作りましょう。どんな驚きが待っているのか楽しみです。徒歩で探索し、隠された宝石を発見する喜びがここにあります。乾杯、アンナ。この発見と感謝の冒険に乗り出すときは、足をガイドにしましょう。レッスン24、これからの生産的な一日。確かに、これからの生産的な一日のようですね。あなたはどう？今日の具体的な課題や目標はありますか？はい、達成したいタスクのリストがあります。まず、仕事のレポートを完成させて、上司に送る必要があります。それは重要です。レポートを完成させると、達成感が得られ、他のタスクに集中できるようになります。まさに。その後、受信トレイを整理して、保留中のメールに返信する予定です。
散らかったものを片付けて、物事を常に把握しておきましょう。いいアイディアだ。受信トレイをすっきりと整理しておくと、生産性が向上し、重要なメッセージを見逃すこともなくなります。それから、今後のプロジェクトの調査と情報収集に少し時間を割きたいです。それには入念な準備が必要です。プロジェクトをうまく実行するには、研究が不可欠です。時間をかけて貴重な洞察を集め、情報に基づいた意思決定を行ってください。また、読み終えるつもりだった本から少なくとも一つの章を読むという個人的な目標もあります。それはリラックスして個人の成長に投資する方法です。それは素晴らしい習慣です。読書は精神的な刺激をもたらし、知識を広げ、日常生活からの脱却を促します。最後に、短いワークアウトセッションをしたいです。身体の健康に気を配ることは、仕事の課題と同じくらい重要です。絶対に。運動はエネルギーレベルを高め、ストレスを軽減し、全体的な健康を高めます。時間を投資する価値はあります。それが今日の私の計画です。大変なことのように思えますが、適切な時間管理をすれば達成できると思います。優先順位をつけ、集中し続けることがすべてです。タスクを管理しやすいように分割すれば、着実に進めることができます。それは本当です。現実的な目標を設定し、整理しておくことで、一日を最大限に活用できます。あなたはどう、ジョン？何か具体的な目標は？今日は次回の会議に向けてプレゼンテーションを完成させ、クライアントとの面談に向けて重要なポイントをいくつか準備したいと思います。これらは細部への注意と効果的なコミュニケーションを必要とする重要なタスクのように思えます。確かに。さらに、進行中のプロジェクトが順調に進んでいることを確認するために、やることリストを見直して更新する予定です。よく管理されているトゥードゥーリストは、整理された状態を保ち、タスクに優先順位をつけるための貴重なツールです。重要なことが見落とされるのを防ぐのに役立ちます。最後に、これまで取り組んできたクリエイティブなプロジェクトのために、少し時間をかけて新しいアイデアをブレインストーミングしたいと思います。新鮮な視点を探求するチャンスです。ワクワクしそうですね。ブレインストーミングセッションは創造性を刺激し、革新的なソリューションにつながります。充実した生産的な一日を楽しみにしています。時間を最大限に活用し、目標を達成しましょう。同意した。達成感と個人的成長の成功の日を迎えましょう。タスクを始めて、それを実現させましょう。絶対に、アンナ。今日の努力が私たちの目標に近づき、将来の成果への道を開くことができますように。